こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩に関する動画や猫の描き方動画などをお届けしています。今回は歩く猫を描いてみたいと思います。今までいろんなポーズを描いてきましたが、歩きはまだ取り上げていなかったので、今回横から見たい様子を描いてみたいと思います。前からとか後ろからだとまた全然違った様子になるんですけれども、この角度だと猫の体の仕組みや手足の動きが分かりやすいので、描きながら猫の体への理解を深めることもできます。下書きをして色を塗って完成という流れになります。見たり描いたり一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。それではまず簡単に全体の当たりを描きます。頭とか腕とかいったパーツに分けて猫の全身を描きます。今回は少しだけ細かくパーツ分けをします。基本的に丸い楕円形や三角形で当たりを描きますので、肩の力を抜いておおらかに描いてみてくださいね。今回右向きの猫を描きます。まず頭。そんな正確な丸で描かなくて大丈夫です。そこから首。ちょっと細長い感じで描きましょう。そして少し大きめの楕円形で上半身と下半身、ここまで大丈夫でしょうか。この上半身と下半身の丸が重なり合ったところが、この真ん中ら辺がお腹になります。続いて首の下あたりに肩があってポコッと盛り上がっている場合もあります。でこの肩を目印にして少しカーブさせながら腕、この胴体とかぶっているところと、あと体の外側に出ているところも描きましょう。そして腕の先に丸い手を描きます。この手も方向によって結構形変わってくるのですが、それはまた後ほど詳しく書き込む時にしますね。そしてもう片方の腕も描きます。そして今度は下半身のこの丸みに沿うようにですね、足をつけます。こちらも少しカーブさせるのがポイントです。この太ももの部分になりますね。で足も腕と同様にちょっと上下2つに分けて描きたいと思います。そして足を丸く描きます。で反対側も描きまして、お尻の先から細長い尻尾が出ています。今回はピンと上向きにしてご機嫌な感じにしてみます。これで猫の体のあたりが描けました。頭に戻りまして、この丸4分割するような十字線を引きます。で、だいたいこの上側から耳が生えているので、耳は三角形で生やします。この頭を立体的にイメージして、球体の表面の丸みに沿うように三角形の耳を生やします。横顔なので向こう側の耳が見えないこともありますが、今回は両耳描きました。4分割した丸の右下、ここから飛び出すようにして小さな丸をつけます。ここがマズルになって鼻や口があります。横顔の場合はマズルの丸を描いておくと描きやすいです。マズルの先に鼻、そしてその下に口があって、この鼻の延長線かつ十字の横線上に目があります。横顔の目なのでちょっとほっぺの膨らみを意識しつつ、この下側が丸みを帯びます。で、目尻が上がっているっていう猫目を描きます。そしてですね、この口の膨らみの上と目の上からヒゲが生えています。これで顔のパーツも含めた当たりができました。で、これを元により猫らしい形にブラッシュアップしていくわけですが、こういうところとか、こういうところとか、こういうところとか、線が重なって何が何やらわからなくなってしまった箇所とかあると思います。で、そういったところを消しゴムで消します。各パーツをつなげるようなイメージで不要な線を消していきます。この時残しておきたい線、特に輪郭線などは消さなくて大丈夫です。この後形を整える作業をやりやすくするためのものなので、まだパーツの形や位置に納得がいかなかったり、当たりの線を残しながら書き進めたいよという場合は無理に消さなくてもいいと思います。この練り消しゴムを使ってトントン叩くように消すことによって完全に消すのではなくて薄めることもできます。紙も傷めにくいですし、練り消しゴムおすすめです。そして不要な線を消したらどんどんブラッシュアップしていきます。歩きのポーズは特にどっちの手足が手前にあるのか、または奥にあるのか、この前後関係に気をつけましょう。で、奥にある手足も胴体とくっついていますので、緩やかな曲線でつなげてあげてください。で、一見平らに見えるお腹や背中も観察してみるとかすかな隆起があります。肩のあたりがもこっと出っ張っているなとか、
背中からお尻にかけてまたちょっと盛り上がっているぞとか、伸ばしているところはちょっと引っ込むんだなとか、じっくり見ながら描いてみてください。実物の猫を見た方が立体感はわかりやすいですが、じっくりポーズを観察したいときは写真を参考にするといいです。手足の先端の向きにも注目です。地面と接しているとこんな感じ。そして離れているときは軽く蹴り出すような形にすると自然です。下書きができたら次は色塗りです。私は水彩を使いますが、水彩に限らず皆さんお好きな画材で塗ってください。色塗りは下書きほど難しくはないので、初めに流れを説明してしまいますね。広い面積から塗り始めて、だんだん細かい箇所の塗りへと進むとスムーズに色を塗りやすいと思います。猫の体全体を塗った後に一旦乾かして毛色の濃い部分を塗り重ねるというような感じです。画材によっては細部から始めてもいいのかもしれないですが、水彩では全体の塗りから始めた方が無難かと思います。では実際にお見せしていきますね。
ということで、歩く猫が描けました。動画良かった、参考になったぞという方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと複雑なポーズでしたが、見ながら描いてみたよという方はコメント欄で教えてくださいね。こんなポーズ描いてみたいななどのリクエストもお待ちしています。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。